はい、では、発表を始めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、まず簡単に自己紹介なんですが、平野翔と申しまして、ネットでは、アホガッパという名前でやっています。普段は、スターズ株式会社のところで、レールズエンジニアとして働いております。最近興味があるのは、リクワイアメソッドっていうすごいメソッドと、今日ワンバイナリについて話すんですけど、ワンバイナリの影響でこう実行可能バイナリとかリンカーとかに興味が出てきています。はい、じゃあまず早速発表を始めさせていただきたいんですけど、今日発表する内容っていうのは、コンポのアップデートとその実装内容についてっていうところになります。ではまずコンポについてちょっと簡単に紹介したいんですけど、コンポは、Ruby をワンバイナリにするツールで、去年の Ruby 会議2024で、発表していました。で、ですので、この発表中にこう前回とか前回とかいっぱい出てくるんですけど、前回といえばこの2024年発表当時の実装のことを指すことにします。それで、ワンバイナリとは、コンポにおいては、そのファイル以外にこう追加のプログラムのインストールとか、そのファイルだけを実行すれば、実行できるようなプログラムにする、であるということに指しています。で、通常 Ruby をこう Ruby の、プログラムを動かすときって、Ruby を環境にインストールして、でバンドラ使って Gem インストールして、でそれ以外にそのプログラムで動かしたいプログラムとかをいっぱいダウンロードして、で初めて動くことができるっていう形になるんですけども、このコンポっていうのを使ってワンバイナリ化するとたった一つの実行、可能バイナリになるので、それをダウンロードしちゃえばもうあとはもういい感じに動くみたいなことになってます。でコンポは、そのワンバイナリ化された、ファイルについては、どこでもそこそこ早く動くをコンセプトに、今ずっと開発しています。で、名前の由来は、日本語の、コンポっていう、日本語から来て取っています。で、モチベーションではなんでワンバイナリにしたいかっていう点なんですけども、1点目に、Ruby のプロジェクトを配布したいときにバージョンの不一致があると開発者の意図通りに動かすことができないっていう、ところがあるからです。本発表では Ruby とか、Ruby と、Ruby のスクリプトとあと Gem を組み合わせてできているレールズをちょっと想像していただければ分かりやすいんですけども、そういうプログラムのことを Ruby プロジェクトと、呼ぶようにしますが、こういうのが開発者の意図した通りに動かすためには、基本的には開発者と同じ環境っていうのをその動かす環境でも用意してあげる必要があります。はい、でインストールの手間をそれから、その動かすためには、Ruby のスクリプトだけでもじゃなくて、インストールとか、Ruby のインストールそのものとかの手間がかかったりするので、そのたった1個のファイルにしちゃえば、そのファイルを配るだけでも動かしたいっていうところも、あります。例えば Docker を使ってRuby のプロジェクトを閉じ込めるっていう配布の方法も、あるっちゃあります。Docker ファイルに必要なプログラムとかを記述していって、動かしたい環境では、Docker run とかして動かすっていうことも、できなくはないです。ただし、Docker ファイルにその依存のソフトウェアとか書いたとしても、例えばダウンロードしてくるような、依存があるときは、その URL とかがずっと有効とは限らなくて、無効になる場合もあって、そうなっちゃうと、たとえDockerであってもダウンロードに失敗しちゃうっていうこともあります。で、こういう時にもう開発したその段階でワンバイナリにしちゃえば、そういうことも、気にする必要なくなったりします。とか、あとは Ruby でCLI の、プログラムを作ったりした時に、いちいち Docker を立ち上げて動かすっていうのはちょっとなんかさすがにちょっと重すぎるなみたいな部分があったりします。で、私の場合は、Ruby 製のゲームエンジンっていうのを別の趣味で作ってたりするんですけども、そのゲームを作った時に、じゃあどうやって配布するのっていうところに至って、そこからコンポを開発し始めています。
で、2023年ぐらいからこうゲームエンジンの開発を始めてたんですけど、その当時こうあんまり使いたいなって思うようなワンバイナリツールが、当時なくて、簡単に使えたり、クロスコンパイルできたりとか、最新の Ruby を対応しているみたいなのがちょっと少なかったかなっていうところで、じゃあ作ってみるかっていうところから開発しました。はい、でここで一旦そのコンポの目指したい姿っていうのを共有したいと思っています。でコンポは簡単にどこでもそこそこ早く動くっていうのをコンセプトにしていて、一番結構重要にしているポイントはこう簡単にワンバイナリーできるツールを目指したいなと思ってます。ワンバイナリ化ってこう Ruby のプロジェクトをこうたくさんの人に使ってもらう配布方法の選択肢を広げるツールっていう、ところなので、こうその選択肢自体 Ruby をこう配る Ruby のプロジェクトを配るっていう選択肢自体をこう簡単に取れるように障壁を少なくしていきたいなっていう思いがあるので、まずは簡単にワンバイナリ化できるっていうところが重要かなと思っています。それから、クロスプラットフォーム対応もしていきたいと思っていて、これは私自身がゲームの配布っていうところでこう最近のゲームとかだと Linux でも Mac でも Windows でも動くっていうゲームとかたくさんあるので、そういうそれに対応するためにはクロスプラットフォームも必要なんじゃないかなと思ってます。それから、このコンポでワンバイナリ化した、Ruby プロジェクトを実行するときには、他の追加のプログラムのインストールとかをなるべく必要としないようにしたいと思っていて、なんかワンバイナリ化って言ってもこうたくさん方法があって、なんかこのワンバイナリなんだけども動かす場合には他の、依存しているソフトウェアとかインストールする必要があったりするみたいな、そういう形式のワンバイナリ化もあるとは思うんですけど、これはこうなるべく避けたいなと思ってます。でそれから実行速度とか初期化速度の点についてもなるべくこう犠牲にしたくないっていうところもあって、ゲームっていうモチベーションからするとパフォーマンスはかなり大事なこうプログラマーですので、こう実行速度っていうのも大事にしようかなと思ってます。でじゃあワンバイナリって言ってるけど、じゃあ具体的にどういう形なのっていう、外観の紹介をするんですけど、こうコンポによってこう Ruby プロジェクトをワンバイナリ化すると、ワンバイナリ化する方法っていうのはこう普段皆さんがお使いの Ruby 自体に Ruby のプログラム自体にこうデータをどんどん埋め込んでいくっていうアプローチをとってます。でこれは前回の発表も今回発表する方法でも同じ構成になっています。じゃあこの埋め込まれたファイルを、いつ誰がどうやって取り出すの読み込むのっていうところがこう実装の肝っていうところになってきます。でここでちょっと前回の、コンポを振り返ろうと思うんですけど、実装方法は、リクワイヤーをオーバーライドしていました。でそのリクワイヤーに、オーバーライドしているところに独自の実装を入れていて、こう Ruby プログラムに必要な、Ruby のスクリプトとか拡張ライブラリっていうのも一つの実行形式にこう結合していきます。でこの、リクワイヤーが呼ばれるとこう普通は引数のファイルパスをこう探して読むんですけども、その、バイナリに含まれている、ファイルを探して、引っ張り出してきてそいつを代わりに読み込むみたいなことをさせています。で、拡張ライブラリっていうのは基本的には動的リンクって言われる形式なんですけども、ワンバイナリ化にするためにはそのバイナリに含まれている必要があるので、こうそれを静的リンクできるように、それぞれコンパイルし直すみたいなことも頑張ってやっています。でこういう実装をしていくと、シナトラと SQLite を組み合わせたようなこうプログラムであれば、動かすことはできたっていうところが前回だったんですけども、一方で Rails みたいなこうちょっと結構大きめのこうRuby プロジェクトだと動かすことができなかったっていうのが前回のコンポの実装でした。でさっき説明したのを具体的に、図で表すと、Ruby にはこうリクワイアをはじめとしたこう Ruby のRuby スクリプトを読み込むメソッドがあって、通常はこの main.rb があればリクワイアをバズ RB に対してリクワイアを呼べばこうリクワイアを通してバズを読み込むみたいな、形になってます。でコンポを使ってワンバイナリ化した時には
読み込みたいファイルっていうのはこの Ruby と同じ場所に存在するので、メインから、require が呼ばれると、この libcompo っていうライブラリを通して、中のバイナリを読み出すみたいな実装になってます。で、もちろん外側の、ファイルもこう別の、require を通して読み込むことができるようになっているっていう形になってます。で、これが前回までの、コンポの実装にでした。なんですが、これまでちょっと前回のコンポについて説明してきたんですけども、結構課題も結構あって、そもそもこのリクワイヤーをオーバーライドするっていう設計がすごく筋が良くなかったっていうのがあります。というのも、これは、オートロードっていう、やつがいてですね、こいつを使われた時にすごくうまく動かないっていうパターンがありました。ちょっとこれについては具体的に図示していくんですけども、オートロードの書き方は、こんな感じになっていて、意味としては、この第一引数に、シンボルとかを指定できるんですけど、こいつが、参照された時に、この第二引数で指定された、ファイルを読み込むっていう、シンボルじゃないメソッドになってます。で、この p-foo で、ここで、foo が参照されると、この時に初めて、require を使って、この foo.rb というのを読み込むことをしています。で、その前回のコンポは require をオーバーライドしてたんですけども、じゃあどういうふうに、中身としてどういう感じになっていたかっていうと、簡単に説明すると、こういう eval ファイルリードみたいなことをしてたっていう形になっています。実際にはこのファイルリードの部分は、バイナリからこう、プログラムのファイルを読み込んで、っていうプログラム、っていう処理なんですけど、大体こういうことをしてたっていう感じです。で、じゃあこういうふうに require をオーバーライドをしました。じゃあオートロード設定しました。じゃあ p-foo しました。じゃあこれだとどうなるかっていうと、実はこの eval のタイミングで、初期化されてないぞって言われちゃうんですね。でつまりこのオートロードを設定した、定数っていうのを require 内部で参照すると例外が発生してしまうっていうのがありますと。で、オートロードはちょっとさらっと言ったんですけど、require をオーバーライドしているので、このオーバーライドした require を呼ばれちゃうみたいなことになってます。で、大体そのオートロードって、ここの定数がここのファイルに書いてあるから、こういう設定をするっていうプログラム意図してそう書いてあるのが大体なので、オートロードを設定したらほぼ確実に死ぬみたいな形になっていました。で、一応これは前回そのシナトラと SQLite の時もこの問題ぶち当たって、一応回避策があって、それをやってたのがこんな感じで書いていて、このeval する前に一回その foo をコンストリムーブコンストで消しちゃうっていうことをしてました。ちなみにこのリムーブコンストがセンドじゃないと呼べないっていうところがすごい萌えポイントなんですけども、こういう感じでちょっとわざわざ消してあげて、そこから初めてevalしないと読み込めないっていう感じになってました。で、オートロードを設定すると、実はその定数一覧みたいなところにそのfooがあるよって言われてるので、リムーブコンストできるみたいな感じになってました。一応こういう感じにやっていけばできることになったんですけど、こういう例、これは簡単な例なんですけども、こういう感じで名前空間がネストしていくと、foo の中にfoo クラスの中にオートロードバーがあって、バーの中はこういうふうになってますよってなった時にfoo バーを参照するとバーがないよ、フーバーがないよって言われて、じゃあフーを消すためには、フーバーを消すためには、foo ドット send remove const ってやらないといけないんですけど、そうすると foo が参照されるので、今度はオブジェクト send で、先にまず foo を消して、それから初めてバーが消せるみたいな感じになるので、名前空間がネストしていると、上から順番に定数を消していって、どんどん読み込まないといけないみたいなことになっていて、結構これは大変だなっていう感じでした。で、これはちょっとさすがにワークアラウンド感が否めなくて、これはやり続けるのはさすがに厳しいと思っていました。それから、
結構大きな問題としては、そのユーザーが任意のタイミングで任意の埋め込まれたファイルっていうのを取り出すことができないっていう点があって、これはRuby プロジェクトのプログラムからファイルリードとかを使ってバイナリ内に埋め込まれたファイルっていうのを読み込むことができないっていうことです。なぜなら、先ほどの埋め込まれたファイルを読み込むっていう機能はrequireにしか存在しないんですね。なので、言ってしまえば他のメソッドにもどんどん実装すればいいって話ではあるんですけども、例えば IO リードとかファイルリードとかファイルオープンとか、いっぱいいろいろあるんですけど、それにいちいち全部読み込む、バイナリから読み込むかみたいな分岐を入れていくのすごく大変なので、さすがにこれはやっていませんでした。で、これの裏返しとして、require のみに埋め込まれたバイナリを読み込めばいいっていう割り切りだったので、そもそもこのバイナリに含められるファイルを Ruby のスクリプトだけに限定してたっていうところもちょっとありました。でも Ruby のプロジェクト、それこそ Rails とかだと、YAML に設定値を書いたりとか、あと画像データを画像をペッて出したりとか、あと CSV のデータ、CSV にデータ書いて、そこに何らかのデータを書いて持っていたりみたいなことがあったりするので、それらも含めてワンバイナリ化したいみたいな時は、ちょっとこれではダメでした。で、最後にファイルに対しては、このファイルはこのパスだよっていう紐付けるデータを持ってるんですけども、ディレクトリっていう単位を持ってなくて、Ruby のプロジェクトとかだと、ディレクトリに対してイテレートして、そのファイルを全部参照するみたいなのは全然当然あるプログラムだと思うので、こういうのも扱えなくて、結構いろんなパターンでダメになることがありました。で、ギュッとまとめると、コンポの大きな課題としては、埋め込まれたファイル、データを自由に、しかもディレクトリも含めた階層構造を持ったデータとして取り扱うことができなかったっていうのがすごく、大きな問題になってました。で、Rails のような大きな Ruby プロジェクトだと、こういうのは当然出てくるプログラムだと思うので、ワンバイナリ化するための必須でした。で、今回の発表は、これを何とかしようっていうところが今回の発表で説明していきたいところです。で、この課題に、どう解決していけばいいかっていうのをちょっと考えていて、2つやればいけるんじゃないかなと思いました。で、1つ目は、バイナリ内に仮想ファイルシステムを構築するっていうことです。階層構造の持ったファイルのとかディレクトリとかを持つのは、ファイルシステムを作った方が、構築した方がいいよねっていうところですね。で、2つ目は、実装したファイルシステムの中では、実ファイルシステムから読み込むか、バイナリから読み込むかっていうのを、スイッチできるようにします。で、単純に言えば、読み込もうとしたファイルパスがバイナリの中を指していれば、バイナリだし、そうじゃないなら実ファイルシステムが読み込むみたいな形で選択できるようにします。で、まず仮想ファイルシステムの構築なんですけども、Ruby でlibc のリード関数などが呼ばれたら、バイナリに埋め込んだ Ruby プロジェクトのコードを、取り出して返すっていう機能が、あればいいはずです。しかも構築するって言っても、全ての機能を網羅する必要はなくて、そのワンバイナリ内に含まれているプログラムをリクワイアしてどんどん動かすためだけであれば、基本的には読み込みだけでいいかなと思ってます。なので、書き込みとか削除とかできなくて、基本的には読み込み、リードオンリーなファイルシステムを用意さえすれば、リクワイアは少なくとも動くので、リードオンリーで作ってみました。探してみました。で、一応検討というか、選択肢としては、これらがあって、ヒューズを使う方法があったりします。これは、自作のファイルシステムを作るっていうことが簡単にできるんですけど、まさに今回のような用途なんですけども、これちょっと動かす側にツールをインストールとかする必要があったりとかですね。しかし FS も試したんですけど、大体そんな感じだったので、追加インストールなしにしたいなっていうコンポーネントはちょっと選択肢としてはちょっと外していました。で、次のこの課題の読み込み先の変更にできるようにするっていう点なんですけども、これは Ruby がリード関数っていうのを呼び出したときに、バイナリから読み込むのか、実ファイルシステムから読み込むかっていうのを選択できるようにしたいです。でも、実ファイルシステムから読み込みたいってなったときは、元の実装、
つまり libc のリード関数を呼び出したいっていうことになります。だけども、普通に実装すると、Ruby の C コードの中でリードでやられてるので、リード関数をコンポのリード関数に置き換えたとして、じゃあここで実ファイルシステムに読み込みたいってなった時に、リードってここに書いても、これは自分自身のリードを指し示すので、これは再起のプログラムになってしまうから、うまくいかないってことなんですね。なので、リード関数を、書くんですけども、libc のリード関数とコンポのリード関数っていうのを同じ名前で同時に存在させないといけないっていうことが必要になります。言い換えるとね、インターセプトみたいなことが必要になります。で、これもいろいろ方法があって、例えば libc をパッチする方法があります。libc そのものをパッチして、独自の処理をもうその時に入れちゃうっていう方法もあるんですけど、これはメンテナンス大変だし、ちょっと継続性ないなっていうところがあったりとか、あとリンカーオプションのラップオプションっていうのがあって、これを使うと関数を簡単にラップする。まさに今回のような用途なんですけども、このオプションって全てのリンカーにあるわけじゃないので、環境によってはワンバイないか失敗してしまうみたいなパターンがあったりします。で、3つ目は、システムコール自体をもうフックしちゃうみたいな話があって、今まではちょっと1個上の関数レベルでフックしてたんですけど、もっと根っこのシステムコール自体をフックして処理を切り替えるっていう方法があるんですが、これはさすがに実装が難しすぎるっていうところがありますので、ちょっとこれは選択肢に入れてませんでした。じゃあ今回のコンポでは、どうやって精通していったのかというと、まず仮想ファイルシステムに関しては、これは自作をしました。で、リードオンリーなファイルシステムなので、そんなに実装する必要もなくて、ガチャガチャと書いて頑張って系で書きました。で、これはちょっと説明は今回の発表に入ってないので、ちょっと後で気になる人は聞いてください。で、読み込みの選択についても、これは、DLSIM っていう関数があって、こういうやつを使って関数アドレスを動的に取得するようにしました。で、これを使うと非常にシンプルに、ラップと同じような、ことができるようになります。で、これも結構拡張なんですけど、私が調べた限りは結構いろんなところでも使えるところだったので、割とあっちよりはコンパイルしやすいかなと思ってます。で、DLSIM のシンボルを探し出すっていう動作は結構面白いわけがあるんですけど、ちょっと入りきらないので割愛しています。後で聞きに来てください。で、実際にどういうふうにコンポでやってるかっていうと、例えばリード関数をラップしたい、リード関数、libc のリード関数の関数アドレスを欲しいなって、保存するときは libc の、DLSIM を、この RTLDNext っていうハンドルを指定して、リードを指定しています。で、こいつをこれをやるだけで、関数アドレスをそのまま保持することができます。で、ここでデモを見せたいと思ってます。で、ちょっと、本当は Gem インストールからコンパイルまでやりたかったんですけども、ちょっと Gem の整備が進んでないっていうところと、コンパイル時間があまりにも長すぎるという問題があるので、ちょっと今回は、あらかじめ用意したものを使ってデモさせていただきたいと思います。ここはちょっと、あれですね、信用でお願いします。ちょっと拡大。言えるかな。はい。で、アイソレート環境を再現したいので Docker 立ち上げます。で、この環境には Ruby のコマンドは、Ruby のRuby はありません。で、おもむろに、ドットアウトっていうのを起動すると、よく見た何かがいろいろ起動して、よいしょ。よいしょ。ってやると、Rails が動いてます。ありがとうございます。こだわりポイントは昨日の Ruby のマスターをワンバイナリーにしてます。で、ちゃんとログ出てるんで通知に来てるよねっていう感じですね。で、ちょっとスキャフォルド、ミスった。スキャフォルドもちょっと作ってて、名前、今年30になります。
はい、こんな感じで普通に DB も届いてて保存されているっていう感じになってます。もちろんデストレイもちゃんとできるよな。ログ来てる？来てますね。消えてます。はい、こんな感じで Rails が動かせるようになりました。ありがとうございます。じゃあ先ほどの2つの実装すればいいやってなったところで、じゃあ実際にどういうふうに実装してるのっていうところを紹介していきます。まず普通の Ruby の件から、Ruby のプログラムの時の動作を、確認していきます。これ左側が Ruby が読んでいる、libc の関数。で、こっちが実ファイルシステムですね。で、Ruby のスクリプトでファイルオープンっていうのが呼び出されると、libc のオープン、オープン以外にもいろいろ呼ばれてるんですけど、簡略化してオープンっていうのが呼ばれます。そうすると、実ファイルシステムにあるリアルの、リアルスラ B スラ C っていうのが読み込まれるっていう流れになってます。で、これは、リクワイアの時でも全く一緒で、オープンが呼ばれて、結果実ファイルシステムにある、リアルスラ B スラ C っていうのが読み込まれるっていう流れになってます。じゃあこれコンポでワンバイナ化した時どうするのかっていうと、ここのさっきの中間にコンポのラップっていうのを仕込みます。で、このラップの仕込んだ中では何をするかっていうと、絶対ファイルパスの場合は、そのファイルパスを見て、実ファイルシステムなのか、バイナリに含まれているファイルパスなのかっていうのを調べて、読み込む先を切り替えます。で、相対パスの場合は、カレントディレクトリを、見て、それが実ファイルシステムなのか、バイナリーファイルなのかを参照しているのかっていうのをガチャガチャ計算して、参照先を切り替えるってことをしています。で、仮想ファイルシステムも、一緒に構築しています。で、先ほどと同じように Ruby のスクリプトの中でファイルオープンをしますと。で、これは今回全体ファイルパスなんですけど、スラコンポっていうのは、仮想ファイルシステムにしかないやつなので、このラップを通ることによって仮想ファイルシステムの中の、ファイルが読み込まれるようになってます。で、相対パスなんですけども、相対パスはカレントディレクトリがスラ dir、スラ b にいるとしたら、ファイルオープンで、ドットスラ c、.rb っていうのを呼ばれると、libc でだいたいオープンと、getcwd っていうのが呼ばれるんですけども、呼ばれた結果、こいつはリアルに今、カレントディレクトとしてリアルにいるんで、相対パスとして、ガチャガチャやっていくと、実ファイルシステムから読み込むべきだってなるので、実ファイルシステムから読み込みます。で、そのカレントディレクトリっていう概念が出てきたので、当然なんですけど、仮想ファイルシステムにチェンジディレクトリする可能性があります。Ruby で書くとこの chdir っていうのが呼ばれるんですけども、仮想ファイルシステム内にチェンジディレクトリをされた場合は、カレントディレクトリもちゃんと仮想ファイルシステム内のディレクトリにちゃんとチェンジディレクトリするようにしています。で、そうすると、先ほどの全く同じコードが出てきたとしても、バイナリから今度は読み出すべきなので、仮想ファイルシステムから、ファイルを読み込むように切り替えています。はい。で、じゃあ、ここまでで説明したところで、さっきの、冒頭で、コンポの、目指したい姿にどれだけ近づけられたかっていうところをちょっと振り返ると、まず簡単にバイナリ化できるかっていうところで言うと、ちょっとまだジェム化が進んでないっていうところで、カミングスーンってなってます。これはちょっと、この後急いで作りますので、もうちょっとしばらくお待ちください。はい。あと、クロスプラットフォームの対応なんですけども、ちょっとまだ対応できてないですが、これは絶対やりたいと思っているので、これもしばらくお待ちください。はい。で、あと、リクワイヤーじゃねえや、追加のインストールを必要としないっていう点についてなんですけど、これは今達成されました。で、それからそこそこ早く動くも、許容範囲かなぐらいの速度になっていて、それでもリファクターできる余地は全然あると思うので、ディファクターはどんどんやっていこうと思ってます。で、まとめです。以前までのコンポだと、ワンバイナリ化できないっていうプログラムが、いくつかあったりして、Rails みたいなのがあったりしたんですけども、それを解決するためにいろいろ模索して、結果的には Rails を、ワンバイナリ化することができました。
で今後は、ジェム化と、クラスプラットフォーム対応のサポートを注力していこうかなと思っています。はい、ありがとうございました。